脱北者というわけではないんですけれども、北朝鮮に渡った親族を一生涯日本から、先生のような方を荷物を送ったりと支えてきた家族の立場からお話しさせていただきます。私は今韓国に20年ほど在住している在日3世のコリアン出身ということなんですが、今は韓国人の夫と結婚して韓国で暮らしています。で、生まれは神戸なんですけれども、キム・ジュソン先生と同じく幼稚園から、高校までを朝鮮学校に通いました。で、帰国事業で北朝鮮に渡った親戚がいるというふうに話したんですけれども、母の弟、つまり私の叔父家族のことなんですね。で、叔父はですね、1967年、神戸の朝鮮学校在学中の高校3年の頃に北朝鮮へ単身で帰国しました。で、1967年といえば帰国運動の盛り上がりも冷めていたということで、年間を通じてね、1800人程度しか帰国していない年だったんですが、叔父は朝鮮学校での宣伝と、あと勧誘、それから北朝鮮で夢を叶えたい、日本で、大学まで出たとしても就職も難しいということもあって、さらにもう一つ、その当時、同じ高校で付き合っていた、朝鮮高校で付き合っていた同級生の、大好きな女子学生が家族で帰国したということで、彼女を追うような形で単身帰国を選びました。で、高校生が一人で北朝鮮へ渡るなんてということで、家族は当然反対をしたんですけれども、嫌なら、先生と同じように数年後に脱北して戻ってくるよというそういう勢いで、多くの学生がね、その当時単身で渡ったと言いますが、叔父もその一人でした。で、叔父はウォンサンというところに港町に配置され、寮生活をしながら大学生活を送ったんですけれども、母から聞いた話なんですが、北朝鮮から初めて届いた叔父からの手紙にはいろんな生活用品を送ってほしい、このように書いてあったそうです。という、内容の最後にバルーン、熱気球があれば送ってくださいと書いてあったそうです。風船につかまって空を飛んででも日本に戻ってきたいという気持ちをその文章に表しただと思います。家族はただただ泣くばかりだったと言います。で、私はですね、物心ついた頃から、お母さんが北朝鮮にいる弟に、そしてその子供たちに古着や日用品や現金を段ボールに詰め込んで、朝鮮総連を通じて、北朝鮮に送る様子を見て育ちました。時折かかってくる北朝鮮からのコレクトコールを、暗い表情で受け取るお母さんの表情とか、あと春頃にね、北朝鮮から毎年年賀状が届くんですね。春頃に何ヶ月もかかって、ね、そう黄色い封筒で一度開封された年賀状が届くんですけれども、その手紙の独特の匂いを嗅いだりしてね、不思議な本当に思いを見て、思いで育ちました。で、その頃私は朝鮮学校に通っていたんですけれども、やはり学校で学ぶ、祖国北朝鮮のイメージと、両親から聞かされる、そしてそれら手紙から感じる北朝鮮のイメージがね、あまりにも違うということで、本当に不思議な思いでした。で、日本に残った母方の親族の多くが結局北朝鮮に身内がいるということで、総連系の仕事について子どもたちは全員が朝鮮学校に通わされました。で、もちろんね、叔父の北朝鮮での生活は現地の人に比べると、先生も仕送りがあったと思うんですけれども、私たちがずっと何十年仕送りをしていたので、かなり安定していた、ようですし、訪問団の往来が自由になった頃は万元本号に乗ってもう誰かがね、年に 2,3 回は訪問するという形、でした。で、衣類や日用品やもう下着からピアノからギターとか、あと中古の自動車や自転車、あと職場でいるという社員全員分のレインコートで、なぜかキノコの菌まで送ってくれと言われて、もうあらゆるものを本当にいろいろ用意してね、両親や親戚が送っていました。で、私の両親もそうなんですけれども、兄弟姉妹も全員が朝鮮学校だったので、順番に修学旅行で、
北朝鮮を訪れていました。で私自身が北朝鮮を初めて訪れたのは、高校3年生の修学旅行、1990年の頃だったんですね。まだ北朝鮮にいらっしゃいましたよね。どこかですれ違っていたかもしれませんね。で、たくさんの現金と物を持たされて、マンギョンボン号に乗って新潟からウォンサンへ向かいました。で、ウォンサンの港にね、船が着いた時に、たくさんの人たちが出迎えに来ているんですけれども、初めて見る、いとこですね、同じ年代のいとこを私は本当に数秒で、見つけることができたんですね。それは私が子供の時に着ていた真っ赤なワンピースを、末っ子のね、11歳だった、ヘギョンちゃんが着ていたからです。で、顔も似ていたんですね。とても似ていてすぐに親戚だと、分かりました。で、当時朝鮮学校の修学旅行では申請をすれば親戚がいる人はその家に泊まることができたんですね。今ではちょっと考えられないかもしれないんですけれども、で私も1泊2日、ウォンさんのおじの家に泊まって、同世代のいとこたち3人と本当にいろんな話を交わしました。で夜は、末っ子のヘギョンちゃんと一つの布団をかぶって、眠った記憶があります。で帰りにね、別れ際に、そのヘギョンちゃんが私も一緒に日本に連れて行ってほしいと言った言葉が、本当に忘れられなかったことと、母親から常に、自分も帰国船に乗るかもしれなかったと何回も聞かされていたので、港で見送る人たちの中にもしかしたら私もいたのかもしれないと、そういう思いでね、本当に胸がいっぱいになりました。でそれから6年後の96年に、私はもう一度社会人として、北朝鮮を訪問することになります。で元気なうちにもう一回だけ弟に会いたいという、お母さんの付き添いで短期訪問団、総連系のね、短期訪問団に加わったのですけれども、この2度目の訪問が、結果的に、私の人生にとっても大きな影響を及ぼしました。で、ウォンさん港に着くと期待していたおじの姿はなく、おばと子供たち3人だけが、暗い表情で立っていたんですね。で、6年経っているので、長男も次男も20代の青年に成長していて、末っ子10歳ぐらいだったヘギョンちゃんも、17歳の高校生、大学生だったかなになっていました。で弟がいないということで、母は港に着いた瞬間からなぜ来てないんだと問いただしたんですけれども、出張に行ったという答え、暗い表情で、その答えしか返ってきませんでした。でもそういう短期訪問団で行くといやおなくもうそのまま平壌駅のバスに乗せられて、もう数十分言葉を交わすだけで、平壌での訪問に連れ出されてしまうので、私たちはずっと暗い思いで平壌のあらゆるところを連れ回されて観光をしたんですね。でその間母は何度も賄賂を案内員に渡して、おじさんを探してくださいと、自分の弟ですね、弟をどっか出張に行ってるらしいんですけれども呼んでくださいと、何度ももうお金を渡して、お願いしていました。で、結局私たちが、もう一回その10日間の滞在中におじ家族に会えたのは、なんと帰る日でした。ウォンサンで、マンギョンボン号にまた、夕方に出るマンギョンボン号、なのに、その日の昼ぐらいから、もう2時間3時間くらいでしたかね、自由に会いなさいという、それも案内員がついてくるので、またそこでお金を渡して、自分たちだけ話をさせてくださいとお願いをしたんですね。で、本当に船に乗る時間が近づいていたので、家に連れて行ってくれとお願いをして、その親戚の家に行きました。で、家に入った途端、残された子どもたち3人、それから奥さんは東京からの単身の帰国者でした、が泣き崩れたんですね。もう我慢していたんでしょうね。うわっと泣き崩れて、おじが、だから自分たちのお父さんですね、どこか、数ヶ月か前に連れて行かれて、今は生きているか死んでいるかどこに行ったかもわからないと。でももう私たちは3時間後にはもうマンギョンボン号に乗らないといけないので、どうすればいいのかもわからなくて、本当にただ一緒に泣くしかなかった、そういう状況でした。でなんとか、彼らを落ち着かせて、みんななぜかすごく痩せていたので、前回やった時よりも栄養のあるものを食べさせようということで焼肉のレストランへ向かうんですけれども、お母さんはとにかく食べさせたかったんですね、子どもたちに。するとその焼肉の食堂に向かう途中で、次男
21歳だった次男が、私に日本語で、こうやってささやきました。姉さん、ゲシュタボって知ってますかって、お父さんは罪もないのに、そういうところに連れて行かれたんですよって、ドイツの秘密警察のようなところですと。で、私はもう本当に鳥肌が立ちました。で、あっという間にもう船に乗らないといけない時間が来て、私のお母さんは結局もう残っている現金を、ありったけの現金を手渡して、戻って何とか手を打ってみるから生きていなさいと、またすぐに会いに来る方からそうやって励ます以外何にもできませんでした。で、マンギョンボン号のデッキの上から96年の夏だったんですけれども、私は彼らを見下ろしていて、彼らは私を見上げていて、光のないうつろな目で見上げていて、結局それがもう最後になりました。で、嫌な予感が的中して、それからもう二度と、今日この瞬間まで彼らの消息っていうのは分かっていないんですね。で、その後私たち家族は何度も北朝鮮への、短期訪問を申請したんですけれども、結局音信不通のまま、何年も月日が流れてしまいました。で、私がね、その後おじ家族の消息を聞いたのはなんと、韓国でこのベナテレビに出演した2017年の頃だったんですね。ですからもう最後に別れて20年以上が経っていたんですね。で、このベナテレビで韓国に住んでいる脱北者の方と対談をした時に、ちらっとその北朝鮮の家族の話をしたところ、叔父の大親友だったという方が今日本に脱北して住んでいらっしゃるということで連絡をくれました。で、その人に日本に会いに行き、結局その方を通じて叔父家族がどうなったのか衝撃的な経緯を知ることができました。で、その脱北者の方によると、叔父は96年のお正月頃日本からねかかってきた電話、一番上の叔父が日本から毎年お正月に電話をかけていたんですけれども、その国際電話で何も知らずにちょっとお酒に酔っていたようなんですけれども、ルーマニアも崩壊して人民の手で独裁者が殺された、北朝鮮も長くないよと、もう少しの辛抱だから我慢しなさいと、そういうことをでその場にいた、帰国者の方がその家に集まってお酒を飲んでいたそうなんですけれども、全員が凍りついたそうです。で、日本からの叔父はそういうことも知らずにいたと思うんですけれども、国際電話というのは基本的に盗聴されているんですよね。すぐに、翌日保衛部が、全員を捕まえていて連行して取り調べにあったといいます。で、結局その取り調べというのは非常に拷問なども含む厳しいもので、その過程で一緒に捕まった在日仲間が数年前過去のお酒の場で話したことまで結局言わされるようなね、そういう取り調べだったというんですね。で、結局叔父が日本からのそういう電話を受けたということだけではなく、過去にお酒の席で、した発言、例えばもう機関銃があれば北朝鮮の指導者を殺してしまいたい、そういうことを、仲間の一人が仕方がなかったんだと思います。そういうことが保衛部に結局入り、激しい拷問によってもう亡くなったと聞きました。つまり私が2回目の訪問で、96年の夏におじさんを必死でお母さんと探したんですが、その時点でもう亡くなっていたということが分かりました。で、その後ですね、残された子どもたち3人とおばはどうなったのかということなんですけれども、結局私たちが北朝鮮を離れた後、数ヶ月後の冬の日に家族全員が有名な余毒収容所というところに連行される姿を目撃した方がいらっしゃいます。で、その後またですね、別の脱北者の方を通じて、2005年頃ですから、収容所に入れられて10年経ったぐらいの時点で、そのうちのおばとヘギョミという末っ子の女の子を余毒収容所で骨と皮ばかりの状態で目撃したという話も聞きました。で、これがね、私が知っている全てで、それ以降は一切生死さえもわからないまま、最後に別れてから今で25年が経っています。
はい、以上これが私が、北朝鮮で経験したこと、それから私の家族と叔父に起こった悲劇ということで、はい、同じような経験をされている、在日の方、6人に1人がね、当時帰国事業で北朝鮮に渡ったと言われていますので、同じような経験をされていても、言えなかったという在日の方、たくさんいらっしゃると思います。はい。